こんにちは、ゆかです。皆さん、毎日忙しいな、なんか時間に追われるような気がするな、なんて過ごしてませんか？私ね、外に仕事に行ったりもしてないし、すごく自分の好きなことばっかりで日々を満たしてて、ゆっくり生活してるなって思い込んでたんだけど、今日、実はね、知らず知らずのうちに時間にストレスを感じてたなって気づいたんですよね。それどういうことかっていうと、例えばね、今日の朝、私が、これ、すごいストレスに感じてたんだって思ったことは、毎朝、朝の7時に家を出て、娘を学校に送っていくんですよ。で、それはね、スクールバスに娘を乗せて学校に行かせることもできるんだけれども、娘とも話して、自分でもやっぱり娘を送っていってあげたい。少しでもその時間ね、一緒に過ごしたいって思って選択したことなんですよね。なんだけど、7時に出るよっていうことを娘と決めていても、ちょっとね、その通りにいかないことって多々あるんですよ。学校には遅れないようにね、多少のゆとりを見て7時に出るよっていうふうに決めてるから、問題はないんだけれど、でも、そのね、7時に出たいと思ってる私、それ目指してずっと準備してるんだけど、その通りにならないことが起きてしまうっていうね。それに実はすごくストレスを感じてたんだなって私、今日なんかね、今までそこまで思ってなかったけど気づいた。早く食べちゃいなとか、トイレ行くんだったらトイレ行きなとか、あとなんか娘がお洋服着替えてこの身支度整えてから髪の毛やってあげたりとかね。なんかそういうことも考えると、すごくなんかね、時間に追われるんですよね。何時までに何々しなきゃいけないから今何々しなきゃとか、その自分の身支度したり、お弁当を作ったり、運動したり、あと、娘の支度もするように、時間ちゃんと守れてるかなとかね、いろんなことをこう見続けなきゃいけないようなところ。で、それって喜びではあるんですよね、ある意味。娘といて、こんなことをやって、早く食べちゃいなよとか、もう何やってんのなんて言いながら、今しかできないことなんだなって、私はそれ当たり前じゃないんだなって分かってるから、喜びではあるんだけど、そのね、時間に追われる感情を毎朝毎朝そうやってね、してたわけなんですね。で、他にもね、あって、例えば週末、家族でみんなどこどこ行こうよっていうことで、じゃあ何時頃出たらいいよねって話すですよね。で、私は、その性格かな、神経質さがそういうとこに出ちゃってんのかもしれないけど、じゃあ何時頃出ようねって言ったら、そこに合わせて用意をしていくんですよね。で、その通りの時間に出れないっていうのが、実は結構面白くなく感じてしまっていて、自分は用意できてるから、他の人もそうやって話して決めたんだから、その通りに出ようよって別にね、休みの日に出かける予定なんてね、多少ずれたってなんてことないんだけど、なんかね、自分が間に合わなかった時もそうだし、他の人が間に合わなかった時とかも、なんかね、不快感を感じる。そう。で、それをね、思い通りにならなかったっていうふうに、結構がっかりしちゃうんですよね。で、これまずいなって思って、毎日毎日、要は生きてるだけで私たちの今の社会って、なんとなく時間に縛られて
生活しなくてはいけないところもあるじゃないですか。学校に子供を送っていくだとか、人によってはね、仕事に行くとかっていうので、時間がきっちり決められてる人もいるからね。で、そのね、時間に追われるっていうのを、ちょっとやめたいなと。そう。どうやってっていうのはね、ちょっとまたいろいろやるんだけど、とりあえず私、すごく自分の中では他の人がそうやってんのを見てバカにしていた15分行動、15分前行動とかね、それをやってみようかなって思ってます。45歳になってね。ちょっと遅いけど。ただね、ちょっとね、り言い訳としてね、そう、私、時間に間に合って何かをできるようになったっていうだけで、私の中ではね、まあまあ改善されてたつもりだったの。っていうのが、私、今までって何でも遅れてきたんですよ。すべてのことに遅れてきていて、で、ある時ね、運のいい人はすべてに間に合う。時間にも間に合う。すべての約束にも間に合う。全部に常に自分の準備ができている状態。だから、何かチャンスが来た時にすぐつかめる。自分にその準備が整ってるからすぐつかめるんだっていう話をしてるのを聞いたんですよ。で、なるほどな。確かにそう、間違いないだろうなって思って、時間に間に合うようにしたの。一応ね。なんだけど、よくよく考えたら、それって自分一人で生きてるわけじゃないから、他の人の分の時間の余裕っていうのも考えておかなければいけなかったなってちょっとね、反省してます。やっぱり、一人だったら全くブレることなく思い通りに生きていける。だけど、例えば私の娘はまだ7歳なので、多少親が時間を伝えてあげたり、あと何分だよとか、何時までにこういうこと終わっていたらいいねっていうことをね、多少見てあげなければいけないっていうこともあったりするし、例えば週末みんなで出かけるよっていうことで約束したとすると、娘はそうやって見てあげる必要があるのと同じように、夫には夫のその時々の都合もあるかもしれなくって、やっぱり他の人と生きるっていうことを選んだんだったら、他の人の都合ももうちょっと考えていてあげなければいけなかったなと、結構反省しました、今日。うん。つくづくね、私はやっぱり一人でいるのが長かったから、結婚したのも遅かったんでね、その感じに慣れちゃってたんですよね。で、すごく自分としては、ちょうど自分の思ってたちょうどの時間に間に合うようにいろんなことをできるようになった段階で、時間に間に合う人っていう感覚になってたけれど、でも私は結婚することを選び、子供を持つことを選び、この家族と一緒に生きるっていうことを今選択してるわけだから、そこのところの配慮っていうのをしなければ、ちょっと自分勝手な生き方になっちゃってたんだろうなって思って、うん。その相手に合わせてだとか、やっぱ15分前行動とかしたら、もっと寛大な心で、何かね、物事を待てるなって、自分が準備整った状態でね。で、多分、ちょうどっていう時間に、他の人との待ち合わせに行ったりだとか、美容室だとかね、サロンだとか、エステとか、何かのところでね、予約して、ちょうどに行くっていうのもいいんだけど、それが例えば、人のお家に行くっていうんだったら、
時間はね、そんなちょうどに行くより多少遅れた方がいいかもしれないけどね。10分、15分、5分とかね。なんだけど、それが、美容室とか、そういうところだとしたり、他の人との待ち合わせっていうことだとしたら、少し早めに行って、相手を待っている方が、相手への尊重する姿勢っていうのもきっと見せられるし、そこのところに合わせて自分が準備万端にしとくって、やっぱり人間としてのこの生き方なのかなって思って、私多分自分中心に生きてきたし、自分のやりたいことをすごい優先させてくる生き方だし、そういう性格なのかもしれないけど、でも、なんか、少し他の人と共に生きるっていうのをね、外からも私がその選択をしてるって伝わるようにしなければいけないなと思って、で、まずは時間で人の時間を盗まない、人の自分との合わない時間軸のせいでイライラして自分の気分も損ねない。で、自分の気分が損ねられてればきっと私が何も言わないようにしてても、その空気感、波動って相手に伝わってしまっていると思うから、そういうこともないようにしたいと思いました。なんかね、取り留めもないような話になっちゃったけれど、やっぱりすべてに間に合う人っていうのが運だとか、ありとあらゆるチャンスを掴んでいくんだろうなっていうのも思うし、やっぱり人と他人と共に生きていくっていうことについて私もうちょっと学ぶところがあるなって考えさせられました。はい。ということで、ちょうどの時間に間に合わせるんじゃなくて、15分前行動とかね、なんなら約束の時間の30分前について、読書をしながら人を待つぐらいの余裕のある人間になりたいと思います。はい。ということでした。はい。ということで、今日も取り留めのないような話になっちゃいましたが、聞いてくれてありがとう。じゃあねー。